はい、皆さんこんにちは。今回は美しいプリズムの光を放つクロマティックバーストを作りたいと思います。後半では CG トレーダーから無料のモデルをダウンロードしてクロマティックバーストを合成してみるので、興味のある方は後半もご覧ください。それでは早速やっていきます。はい、やっていきます。まずはベースとなる粒子が拡散するコンポジションを作成します。コンポジション名クロマティックバースト、サイズは 1920×1920、フレームレートは 30fps、 デュレーションは10秒。コンポジション内に新規平面を作成します。名前はパーティクルズ。作成した平面にエフェクト、シミュレーション、CC パーティクルワールドを適用します。粒子を中央から勢いよく広がり、空気抵抗で急ブレーキがかかって消えるような動きを作ります。フィジクス、重力0、重力をなくし全方向に均等に拡散させます。ベロシティ、初速2、勢いよく中央から飛び出させます。レジスタンス、空気抵抗3、抵抗を強くかけることで広がった後に粒子をその場にとどまらせます。パーティクル、形状と色を設定します。パーティクルタイプ、フェイデッドスフィア。バースサイズ、発生時の大きさ0、デスサイズ、消滅時の大きさ 0.2。バースカラー、デスカラーはともに白に設定。オパシティマップはフェードイン、フェードアウトが滑らかになるように山形のグラフに整えます。白い粒子にプリズムのような色の美しさを加えます。エフェクト、イマーシブビデオ、VR 色周差を適用します。チャンネル設定は赤、緑、青の各数値をわずかにずらし、粒子の輪郭に鮮やかな虹色のエッジを表現します。水平方向の視界を整えて、外側の白い部分の色周差を整えます。中央から外側へ向かって光が美しく尾を引く放射状のブラーを作ります。エフェクト、ブラー&シャープ、CC ラディアルブラーを適用します。タイプはフェーディングズーム。アマウントは60。ブラーでボケてしまった光の芯をメリハリのある力強い輝きへと引き締めます。エフェクト、カラー補正、露光量を適用します。露出1、ガンマ補正 0.5。 エフェクト、スタイライズ、グローを適用します。色位置や半径を調整し、まばゆいコアの光と周囲に広がる柔らかい光の2つの階層を表現します。さらに立体的な動きを加えるため CC パーティクルワールド内のカメラを回転させます。エクストラズ、エフェクトカメラ。ローテーション Y のストップウォッチをオルトキーを押しながらクリックし、エクスプレッションを入力します。タイム ×10。中央の輝きを強調するため有機的に面滅するレンズフレアを別コンポジションで作成します。
新しく正方形のコンポジションを作成します。コンポジション名はフレア。サイズは 1080×1080 です。新規平面を作成し、名前をレンズフレアとします。エフェクト、描画、レンズフレアを適用します。光源の位置、中央に配置。レンズの種類 105mm。フレアの明るさにランダムが面滅を加えます。フレアの明るさの数値を75に設定。エクスプレッションを入れます。ウィグル 10×25。エフェクト、イマーシブビデオ、VR 色周差を適用し、フレアの光にもメインの粒子と同じ色分離の効果を与えます。デジタル的な硬さを取り除き、実写のような馴染み方にします。エフェクト、ブラー&シャープ、ブラー・ガウスを適用します。ブラー30。クロマティックバーストコンポジションに戻ります。プロジェクトパネルからフレアコンポジションをタイムラインに配置します。描画モードを加算に変更します。マスクで境界を整えます。エフェクト、キーイング、アンマルトで黒い部分を削除します。調整レイヤーで球面やレンズ補正などをかけて最終的な絵作りをします。最後にカラー補正をトーンカーブで行います。これでクロマティックバーストの完成になります。お好きな素材やオブジェクトに合成してみてください。アフターエフェクト 26.3 で 3D オブジェクトにも被写界深度を設定できるようになりました。せっかくなので 3D オブジェクトで絵作りしたいと思います。メインのコンポジションを作成します。名前をメインコンプ 1920×1080。CG トレーダーから無料の 3D モデルをダウンロードします。ストーンスタチューで検索。ファイルフォーマッツで GLTF を選択。マテリアルやテクスチャーがあらかじめ設定されているので AE ではこのモデルが便利です。フリーを選択。お好きなオブジェクトをダウンロードしてください。素晴らしいガネーシャを発見したのでダウンロードします。台座もダウンロードします。プロジェクトにダウンロードしたモデルを読み込みます。3D モデルを読み込むとレンダラーがアドバンスト 3D になります。コンポジション設定から 3D レンダラーからアドバンスト 3D を選択しても OK です。すべてのオブジェクトを読み込んで配置を調整します。
新規カメラを作成。起動ヌルも作成します。被写界深度を設定してボケを表現して立体感を作ります。カメラと焦点を合わせたいオブジェクトをアクティブにして右クリック、カメラ、フォーカス距離をレイヤーにリンク。フォーカス距離がエクスプレッションで常にリンク先のレイヤーに合わされます。絞りや焦点領域幅でぼかし具合を調整します。ライトを当てて質感を整えます。ライトの設定は現実の撮影手法と同じようにキーライト、フィルライト、トップライト、バックライトに加えて環境ライトを配置するといい具合になります。まずはバックライト、リムライトを当てて被写体の輪郭を浮き彫らせて立体感を出します。2画面にしてトップから見ると配置しやすいです。強度や円錐を整えます。シャドウを落とすにチェックを入れてシャドウの値を調整します。トップライトを配置します。太陽光や蛍光灯などの上部からの照明になります。強度や円錐を整えます。シャドウを落とすにチェックを入れてシャドウの値を調整します。環境ライトでアンビエントを加えます。ポリヘイブンから無料の HDRI をダウンロードします。プロジェクトに読み込んでからコンポジションに配置して環境にするので非表示。環境ライトのライトオプション、ソースに HDRI を選択します。向きや強度を整えます。キーライトを作ります。名前の通り被写体に当てるベースのライトになります。斜め45度から当ててあげるのが一般的です。強度や円錐を整えます。シャドウを落とすにチェックを入れてシャドウの値を調整します。フィルライトを作ります。フィルライトはキーライトでできた濃すぎる影を柔らかくする効果があります。キーライトの対象側から当てます。強度や円錐を整えます。シャドウを落とすにチェックを入れてシャドウの値を調整します。
新規平面で背景を作ります。エフェクト、描画、グラデーションでバックライトの色味を作成します。オブジェクトに動きをつけます。前半で作成したクロマティックバーストエフェクトを合成します。3D レイヤーにしてマテリアルオプションのライト項目をすべてオフにします。トランスフォーム、自動方向、カメラに向かって方向を設定にして常にカメラに向かって正面にさせます。位置や大きさを調整します。 3D オブジェクトにグローエフェクトを適用したいと思います。しかし 3D オブジェクトはエフェクトをかけることができません。そこでオブジェクトを平面にコピーしてエフェクトをかけます。新規平面、名前を 3D アンダーバーコピー、エフェクト、チャンネル、計算。2つ目のレイヤーに 3D オブジェクトを選択。レイヤーの不透明度を 100% にして描画モードをコピー。これで平面にオブジェクトの写しができます。カメラの動きも継承できていますね。ただ 2D 平面ですので 3D の配置構造は壊れてしまっていることに注意してください。この平面にグローエフェクトをかけます。カメラにアニメーションをつけます。
最後にカラコレしましょう。今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。